皆さんこんにちは。私のチャンネルに足を運んでくださりありがとうございます。このチャンネルではアメリカと日本で2年以上も国際恋愛をした経験や大学時代に休学なしで私費留学をした経験を踏まえて幅広く情報を発信していきます。皆さんのお役に立てる情報発信に努めますので、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは始まります。皆さんこんにちは。最近質問箱で今が一番幸せだと思う瞬間を教えてくださいっていう風な質問をされて、何とも言えない気持ちになりました。リリコです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も動画に足を運んでくださりありがとうございます。突然ですが皆さん、海外インターンや海外留学をしたことはありますか？もしくはしてみたいっていう風に思ったことはありますか？今日のテーマは大学を休学なしで海外留学、海外インターンをする方法です。なんでかっていうと、私は実際にこの経験をしていて、周りはあんまりこういうやり方っていうのを知らないなっていう風に感じたことがきっかけで、今回は私流の私費留学についてお話ししていこうと思います。私のお話で皆さんが私費留学も一応選択肢の一つなのかもなっていう風に思ってもらえればなっていう風に思っています。私の場合、お金がなかったんですよ。前提ですね。私はもともと私立大学に通っていて、残念ながら交換留学をできるようなお金はなくて、休学して卒業を伸ばして留年するっていうのも金銭的に難しいなっていう状況でした。私の大学に関しては休学をすると休学費っていうものがかかってきて、授業料の半分弱ぐらいのお金を席を置いておくだけのために払わなくちゃいけないっていう風な状況でした。でも私はどうしても海外が好きで、どうしても海外留学がやりたくて、単純にもっと英語を使えるようになりたいっていう風に思っていて、小さい頃からのすごい憧れだったので、大学のうちに絶対1回は行っておかないと多分一生後悔するなっていう風に思ったので、海外留学は絶対したいっていう風に思っていました。で、結論ですね、カナダのトロントに3ヶ月、アメリカのニューヨークに3ヶ月語学留学とインターンをやりました。これを成し遂げる経緯に関してポイントを交えてお話ししようと思います。こういう時って結構3つのポイントとか言ってやる人が多いと思うんですけど、私の中で2つかなっていう風に思っています。1つ目はですね、まず状況を冷静に判断して整理することですね。これが私の中で一番大事かなっていうふうに思っていて、この後のプロセスですごく大事になってくるところになります。で、自分の状況がどういう状況でなんでやりたいのかっていうのと、それをまず整理した後に、そのやりたいことを成し遂げるのに弊害になってるのは何かっていうところを一生懸命分析しました。で、分析した結果、私の場合はですね、大学を4年間で卒業したいっていうのがあったんですけど、半年も休むっていうのには休学費がかかって留年しなきゃいけない、もしくはかなりのお金がかかってしまうっていうところでした。私はまずこうやって一つ目として、まずこうやって状況を整理しました。で、ポイントの2つ目が、その整理した情報をとにかく周りに発信するっていうことですね。周りに発信することっていうのは本当に大事だと思っていて、っていうのも私は具体的に知り合いだったり、友達、先生とかにどんどんこの自分のやりたいことっていうところをどんどん相談していたんですけど、思ったのは知り合いの知り合いは知り合いだし、友達の友達は友達だなっていう風に思ってます。だからそこからどんどんつながっていくっていうことが大事で、自分がやりたいことこれがあるんだよねっていう風に言ったら、そこからまたどんどん人脈が意外と広がっていくものなんですよね。やりたいこととかを明確に持ってる人ってどんどんそうやって人とつながれるっていう風に思っていて、なので自分のそのやりたいこととそれの弊害になっていることとか、そういうのをまとめたらどんどん人に発信していくといいと思います。この時に気をつけなきゃいけないのが、正直に話すことがすごく大事だと思っています。自分のやりたいこととかを周りに言うのってちょっと難しいなっていう風に思う方もおられると思うんですけど、やってみることによってかなり違う未来が待ってたりするので、これは本当に発信した方がいいという風に思ってます。この私が今言った2つのこと、状況をしっかり整理するっていうことと、この整理した状況をとにかく周りに発信していくっていうことですね。これをどんどん繰り返していくと、意外と最適なプランにたどり着けるんですよ。で、この誰かにいろんな話を聞いて、いろんな人とつながって、で自分の中でまた状況を整理して、
また課題を見つけてっていう、そのサイクルをどんどん回していくことによって全ての弊害をクリアして立てたプランっていうのが、後期の全ての単位を全部前期で取って、で後期は全く学校に行かず留学に行ってしまうっていう、そういうプランになります。結構思い切ったことしたなっていう風に自分でも思ってるんですけど、1年分の授業が全部その前期だけに詰まっていて、テストも前期だけに全部詰まってたので本当にしんどかったんですけど、でも自分のやりたいことを成し遂げるためだったので、もうやるしかないよねっていう感じですごい頑張って、で結論全部単位取れて、で後期は全部お休みして留学行くっていうことを決めれました。留学の内容に関してはこちらも長くなってしまうので簡単にお話しすると、カナダのトロントに3ヶ月、アメリカのニューヨークに3ヶ月語学留学とインターンをやりました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？おそらく当てはまる人も当てはまらない人もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今日紹介した2つのポイントっていうのは留学だけじゃなくていろんな時に役に立つかなっていうふうに思っていて、自分のやりたいことをまず整理して、成し遂げたいことに対して弊害は何なのかっていうのを分析するっていうことと、それをどんどん周りに発信していくっていうこと、これをどんどん繰り返していくと自分の中ですごい納得のいく結論が出るんじゃないかなっていうふうに思っています。留学に関しては全然詳しくお話しできなかったので、次の動画等でお話ししようかなというふうに思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。またこういう話聞いてみたいなっていうのがあればコメントで残していただければと思います。それではまた、バイバーイ。